皆様、こんにちは。シスコシステムズの中村です。今回は業界初かも暗号化通信を簡単にメール化する Encrypted Visibility Engine についてご紹介いたします。UDP ベースの暗号化通信である Quick にも対応しております。なぜ暗号化通信のメール化が必要なのでしょうか。現在、インターネット通信の約9割が暗号化通信が使われていると言われています。皆様がよくご存知の HTTPS やより高速でセキュアな通信が可能である Quick も暗号化通信の一つです。そして暗号化通信が一般化した今、ビジネス上好ましくない不正なアプリケーションの利用や情報流出も暗号化通信経由という事例が増えています。通信が暗号化されていますと、従来のアプリケーション検知や侵入検知とその防御が難しくなってしまいます。そのような中、今回ご紹介いたします Encrypted Visibility Engine、略して EVE を利用することによって、複合せずにプロセスや OS、不正通信の検知が可能となります。では、EVE はどのような仕組みで動作しているのでしょうか。EVE は検知にフィンガープリントを使用しています。従来の暗号化通信の複合検知には SSL ディクリプションを利用したものが主流でしたが、パフォーマンスが大きく下がったり、通信トラブル発生リスクがあることが大きな問題でした。一方、今回ご紹介いたします EVE は暗号化通信を複合せずにフィンガープリントから通信を判別するため処理負荷が軽いという特徴がございます。また、新しい建築方式であるため今まで制御の難しかったクイックにも対応しております。では、EVE を利用しどのような検知が可能なのでしょうか。例えば、Google Chrome や Firefox、WebEx、iCloudといった主要なプロセスやブラウザの検知が可能です。次に、クライアント OS の学習を補助します。正しく OS を学習することで、インパクト分析機能の精度向上に貢献します。最後に、マルウェアによる不正通信の検知にも対応しています。この画面例の場合は、グルブテバというですね、トロイの木馬の通信を検知しています。では、利用シーンと構成の説明を見てみましょう。例えば、ビジネスで好ましくないプロセスの検知やブロックをしたい場合とか、ネットワークディスカバリーの精度を上げたい場合に EVE の利用は最適です。なお、EVE を使うには3つの条件をクリアする必要があります。まず、FTDA は FMC で管理されている必要があります。次にバージョン 7.2 以降で Snout3 を利用する必要があります。ただし、バージョン7系を利用時はデフォルトの Snout エンジンは Snout3 です。最後にスレートライセンスの利用も必要です。ただし、IPS 機能をすでに利用している場合は、当ライセンスはすでにお持ちのはずです。この3つの条件を満たしていれば EVE 機能を簡単に利用可能です。では、デモ画面に切り替えまして、実際の動作例や確認例を見ていきましょう。今回は、ブラウザで有名な Firefox のブロック試験を実施してみます。当画面はすでに Firefox のブロック設定が実施済みの状態です。次に、FTD 配下の任意端末にアクセスし、Firefox ブラウザを起動し、任意サイトにアクセスしてみます。はい。問題なく起動やサイトにアクセスができてしまいますね。FMC に戻り、Firefox の通信がどのように検知されているのか、ユニファイドイベントで確認してみます。アプリケーション制御で Firefox の検知を試みてみますが、
プロセス名がうまくわからず、例えばこの例の場合ですと、シスコやですね、マイクロソフトアッツや Web ブラウジングとですね、検知されてしまっていることがわかります。では、このような Firefox ブラウザがうまく検知できない状態で EVE 機能を有効化してみようと思います。設定は非常に簡単です。アクセスコントロールポリシーのアドバンスルタブから画面下の Encrypted Visibility Engine をクリックいたしまして、Enable ボタンを押していただきます。その後、セーブと対象デバイスにですね、デプロイしていただきますと、設定は完了でございます。これで EVE 機能は有効になります。再度端末に戻りまして、Firefox のブラウザの利用を再度試みてみます。はい、シスコカスタマーサクセスを検索しようとしてみますが、ブラウザからの反応が何もありません。念のためもう一度検索してみます。はい、反応がありませんね。Firefox ブラウザの利用がブロックされるように変わっていることが確認できます。FMC に戻り、検知情報を確認してみます。ユニファイドイベントのブロックログを多数確認することができます。例えば、こちらの例、クリックしていただきますと、Encrypted Visibility Engine のディレクションタイプによって、Firefox とですね、プロセスが検知されて、結果的にですね、Firefox ブロックのポリシー、AVC のポリシーにマッチしてブロックしているということがですね、ログからも確認することができます。アクションブロックですね。こちらの例のように EVE を使うことによって、今まで検知の難しかった暗号化通信を利用するプロセスもお手軽に検知やブロックが可能になります。また、EVE はダッシュボードの表示にも対応しております。オーバービューのダッシュボードの Add Widget ボタンからですね、EVE で検知したアプリケーションやリスクを表示するウィジェットを追加、確認することができます。例えば、こちらの画面例ですと、EVE で検知したプロセスやアプリケーションの情報一覧とか、EVE のそのアプリケーション、プロセスのリスクも表示することができます。なお、ウィジェットの設定はですね、こちらの三角マークをクリックしていただきますと確認することができます。このように、設定していただければ、任意の EVE のウィジェットを追加することができます。最後に EVE の運用時のポイントの説明です。まず EVE は簡単に暗号化通信を見える化できる便利機能です。特にプロセスやブラウザ、OS の見える化が得意です。EVE を活用することによって得られる情報が増え、検知精度の向上に役立ちます。デフォルト EVE は無効のため、バージョン 7.2 以降利用時はぜひ EVE を有効化しましょう。ただし、EVE はプロセスや OS の通信を高角度で推定するための技術です。あくまで推定であり、データ内部を実際に検査して確定した結果ではないことに注意してください。そのため EVE は SSL ディクリプションの代替にはなりません。暗号化通信を利用した脅威から資産をしっかり守るためには SSL ディクリプションで複合後の IPS 検査が重要です。EVE と SSL ディクリプションは併用が可能です。両方を使うことによって暗号化通信の世界がよりクリアになります。賢く使い分けていただいて暗号化通信をコントロールしてください。ご視聴ありがとうございました。今後も役立つコンテンツを継続投稿していきたいと思いますので、ぜひ高評価やチャンネル登録していただけますと嬉しいです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。